おばさんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんではい、しょうか。今日はですね、五葉松のちょっと最近であまりないこういう大きいやつですね。そうですね。のちょっと今日は植え替えをやろうと思うんですが、今日は同じ宮崎県内で都城市っていうところに来てますんで、お客さんのところでちょっと依頼されたやつをですね、ちょっと今日は植え替えをしていこうかと思います。で、なかなかもう今これだけ大きいものを扱う方もそういらっしゃらないのでですね、あれなんですけど、大きくても小さくてもやることは似たようなことでですね、ただ大きい分作業もちょっと大変にはなってきますけど、基本的なやり方としてはそう変わるものではないですけどね、はい、使う土も普段と同じような感じでやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初はちょっと、少し、枝枯れなんかが出てる分があるので、それをちょっと落としていきます。もううちにもないですもんね、こんな大きいのって。貫禄がありますよね、これだけ大きいとね。最近はもう商品盆栽、ミニ盆栽になってるけど、やっぱ大きいのじゃないと飾る時も貫禄がないからですね。小さいのばっかりでは、小さいのは小さいのでいいんでしょうけど、でもしょうがないですよね、住宅事情じゃなんじゃで。もう田舎でも最近はもう庭を作らないとかですね、そうなってくるとどうしても小さくなっていきますよね。
けるやろか。やっと鉢が抜けましてですね。出ましたね。まあでも思ったよりはちょっと早かったですかね。あ普段からよう手をかけてらっしゃる草がないでしょ。なるほど。はい、だいたい植え替えで頼まれる時ってまず草取りからが大変で、雑草がでもほとんどないので普段からねちゃんと手をかけてらっしゃるっていう証拠ですよね。先週やったですかね、どっかん人が YouTube で上げてましたね。でっかい黒松の植え替えを鉢を割ってました。出せなくて。まあもしかしたらどっかひびが入ってたのかもしれないですけど、もうこの鉢は使わないからとかなんか見ながら。なんか木村拓哉が盆栽始めたとか。なんか出てましたね。出てましたね。盆栽始めたいっていきなりすごいいいのを持ってらっしゃるみたいな。
いやだからやっぱお金があるとねああ、そういうことですか。いいのが買えるじゃないですか。初心者の持つようなレベルじゃなかったですよね。始めました言うけど前から持ってたのかもしれないしですね。その辺は分からないですけど。土ですね、山砂と赤玉いつものようにですね。でこれ継ご用なので、だいたい半々ぐらいをめどに、混ぜていきます。で、これは赤玉、硬質の赤玉ですね。それとこれが山砂のちょっと若干小粒めですね。同量です。はい、こんな感じでですね、混ぜて使っていきます。こんな感じですね。でこれに先ほど、ちょっとこう根さばきしたやつですねを乗せていきます。よこらでよいしょ。で底の方にしっかり土が
入り込むようにですね、ちょっと気をゆすりながら植え付けていきますね。反対にした方が良かったですね。ああ、枝の枝が邪魔になる。ああとはもういつものようにですね、こういうふうにつつきながら揺らしながら、土が全部下の方に入るようにですね、隙間ができるようなことがないように入れていきます。こんな感じですね。まあやり方としては置きかろがち逆ろがそう大差ないんですけど、まあそれにかかる時間とかですね、そういうのはちょっと当然大きい分かかりますけど、まあやってることは同じようなことですね。決まりましたね。ただこういう植え替えをした後っていうのはですね、当然水はけも今までよりはさーっと抜けますので、特にまあ今年の夏ですね、去年なんか夏相当暑かったのでですね、今年の夏なんかはやっぱ要注意ですね。さーっと抜けてしまいますからね。だからよく昼間は水やるもんじゃねえとかいまだに言う人いらっしゃいますけど、もう乾いてたらやらないからですね。だから
人間と一緒なので、人間が夏場に昼間水飲むのは我慢せって言われてるようなもんなのでですね、乾いてりゃやらないかんですよ。なるだからそこでやっぱダメージ受けると1ヶ月後2ヶ月後に枝枯れが出たり、下手するともうそのままということもありますからね。特に五葉松なんかは枝枯れが出始めるとなかなか止まらないという性質もあるので、なるだけそういう水切れを起こさないようにしてあげないとですね。だからやるタイミングも必要でしょうけど、朝ざっくり湿ってるのにあげてもですね、昼頃にはもう乾きますからね、夏場ね。だからその分ちょっと時間を朝午前中は遅らせてあげるとか、そういった操作もちょっとしてあげるといいかとは思いますけどね。ただ若い方でお仕事されてる方はなかなかそういうふうにいかないでしょうから、じゃあ今度は逆に昼間乾燥しない工夫ですね。今度は夏場だけですよ、昼間あんまり直射が当たるようなところを避けて、午前中はしっかり日が当たるところに置いてもらってっていうような工夫をするかですね。もう溜めた水につけるのだけは NG なので、これはもうつけてる水がお湯になりますしね、で根が呼吸できなくなりますから、かける分にはいくらかけてもらってもいいですから、特に植え替えをした年なんかは十分注意しないとですね、今までみたいにやってるとちょっとやっぱ水が不足するというようなことがありますからね。だからそういった意味ではよく見てあげてかけてあげた方がいいですね。夏場は特に、注意した方がいいですね。宮崎だともう4月頃からは結構な暑さになってきますからね。だからやっぱその点でもちょっと注意が必要だとは思いますけどね。置き場所で随分変わりますので、いや誰々さんとこはこんだけしかやりよらんよとか、あんまそれを信用しない方がいいですね。当然、こちらのお宅だと日当たりが良くて風通しのいい場所を置いてらっしゃいますから、当然よく乾くでしょうから、そういった意味ではやっぱ注意深く見てあげて、もう表面がやっぱこうやって白っぽくなってるようだったらもう乾いてきてますからね、そういう時にはしっかりお水をかけれるようにですねしてあげた方がいいと思います。どうでしょう、大きいのを持ってらっしゃる方今年あたり植え替えをやってみてください。本当はこっち裏なんですけどね、裏なんだけどこの辺の裏枝がなくなってるからですね、あとは向こう側が正面ですね。俗に言うどっちが正面でもいいってやつですか？じゃない？いや、もう本来この作りは向こうが正面なので。そうなんですね。こちら側が正面ではありますね。じゃあ続いて、2つ目ですね。やっぱり継ぎ御用